長きと、ほらこっちの方が火は張りすぎないってことですね。長きと、ほらこっちの方が瞬間的に対応できる。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットグッチと下です。よくお願いします。お願いします。今日はですね、はい。もう高速卓球が流行っているとよ。まあそう流行っているというか、っていうか、もうそれが主力になっているっていう中で、急に必要になった技術があります。で、それがレシーブバックドライブです。こうやってそうなんですよ。チキータやろうとして長かったりとか、あとはサーブが単純に長めのサーブが多くなったり、ロングサーブ出してきたりとか、あとはワンバンで出るサーブをしっかりかけるとか、それ結構バックサイドで、そうですね。自分も出しますし、そうなんですよ。こうやるからレシーブバックドライブで2球目を打つシーンが非常に増えたのかなと思います。昔はフォアハンドで、そうなんですよ。レシーブドライブとか回るっていうのは、まあ私も結構回ってるんですけど、ただ回るとスペース空間が空いちゃったりとか、で今度は速いピッチで回される。そうなんですよ。なのでレシーブでバックドライブで打って姿勢を崩さないままでドライブで先手を取った方が現代が良くなったと。効率が良くなった。効率がそうなんですよね。なので今日は皆さんにそういう台から出るサーブとロングサーブのレシーブドライブのやり方をやっていきます。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとシャークにはちょっと贅沢で申し訳ないんですけど、サーブをひたすら出していただくというものになります。バックサイドに。バックサイド、はい。で、まず一つ目はですね、まずは台から出るサーブを判断するというのが大事に、なります。なので、どういったものがレシーブバックドライブしなくちゃいけないのかですね。まず短い2バウンドサーブやってもらっていいですか。いいサーブですね。これはレシーブバックドライブできません。なので、こういう2バウンドで短いやつは、もう一度やらせてもらっていいですか。これ短い2バウンドのやつは、つっつきだったり、チキータだったり、ストップだったりっていう。で、レシーブバックドライブできるサーブっていうのがあります。で、それはちょっとワンバウンドで出すやつやってもらっていいですか。ちょっとこういうのです。いいですね。今、相手のサーブを見逃さずバックドライブ攻撃しました。これが大事ですね。ワンバウンドで出るやつ。絶妙なライン。これは台から出るですね。これはかけなくちゃいけません。でもこうやって、これ見逃したらダメです。これ今、台からワンバウンドで出たやつは、もうバックドライブで先手が取れる。なので、相手がサーブですけど、自分はドライブ攻撃できます。はい。なので、これが今現代の卓球では必要になりますね。で、あとはロングサーブとかですかね。あとはロングサーブとかも、やっぱ最近バックにロングサーブ多いので、こうやってバックドライブでカウンタードライブしてあげるっていう感じですね。ロングサーブをバックドライブで狙い撃ちですね。よくあるのがロングサーブして、こういった方でやると、ミスもするし、ここスペース作っちゃうので、やっぱ不利なパターンにやっぱなっちゃいます。私もよくやってるやらかしの例ですね。今の卓球はこうじゃないですね。でもね、やっちゃいますよね。それが染みついちゃう。もう昔から何十年もフォアハンドっていう組は今苦しんでます。なのでこれを覚えなくちゃいけないですよね。はい。じゃあですね、なので今みたいな台から出てくるサーブをドライブでかけなくちゃいけないんだよっていうのを分かっていただけたのかなと思います。絶妙なライン。これは台から出るですね。これはかけなくちゃいけません。でもこうやって、これ見逃したらダメです。これ今台からワンバウンドで出たやつはもうバックドライブで先手が取れる。なので相手がサーブですけど自分はドライブ攻撃できます。はい。なのでこれが今現代の卓球では必要になりますね。やっぱ最近バックにロングサーブ多いので、こうやってバックドライブでカウンタードライブしてあげるっていう感じですね。ロングサーブをバックドライブで狙い撃ちですね。で今度2つ目はですね、いわゆるここからちょっとしたやり方なんですけども、とりあえずレシーブバックドライブのポイントは、どんな球でもですね、とにかく引きつけてください。打点をとにかく落としてください。あとは姿勢をできるだけ低くするということが大事になります。はい。なので、ちょっとサーブ出してもらっていいですか。レシーブバックドライブのポイントは、打ち方もあるんですけど、できるだけ溜めてください。できるだけ自分のところまでここまで溜めるですね。はい。うまくバックドライブすると、ここまで溜めるっていうことですね。できるだけ落とす。左手でキャッチするといいかもしれませんね。できるだけ落ちて、ここまで待ってください。こんな落とすのってぐらい引きつけます。はい。これがまず大事になりますね。はい。なので、ここから引きつけてバックドライブですよね。こういうバックドライブが多いので。なので、超引きつける。できるだけバウンドを落とした頂点よりも落とせるかが、
レシーブバックドライブ成功の秘訣にかかっているかなと思います。ちょっと悪い例やります。悪い例はそのまま今結構頂点か頂点前ぐらいでやっちゃってます。これ結構難しいです。バウンドしてすぐのところを掴むのはやっぱなかなか、あとはサーブの回転とか入ってると難しくなっちゃいますね。はい、今度3つ目はですね、今こうできるだけ引きつけるってことをやったんですけど、この時に足でボールを追いかけてください。で、足の動かし方いろいろありますけども、ですね、一番現実的なのは左右の足を瞬時に一歩ちょっと下がるっていうのがバックドライブのポイントになります。いろんなそのいろんな動き方ありますけど、瞬間にちょっと長くなったと思ったら少しですね、ちょっと引くとかですね、無意識でも距離取ってる。はい。ただ結構無意識に距離取ってますね。無意識にちょっとこう長いなと思ったら今の構えからそうですね、こうやって瞬間的に足がちょっと両足、左足右足どっちが下がってるのっていうのというよりも両足がもうスッとちょっと引いてるような。で一歩下がらないでやると結構もうそのままロング出された時足下がらないともう上からしか面がいかないので、なので上からこう下に向かって入る面って入らないんですよね。上から下に入る面はバックドライブちょっと難しいです。ぶつかっちゃいます。で懐も作れない、バックドライブも強くない。でも一歩下がるとこうですね、懐ができてバックドライブでトップスピンで反撃できるという形ですね。無意識です。でも距離取ってる。はい。ただ結構無意識に距離取ってますね。無意識にちょっとこう長いなと思ったら今の構えからそうですね、こうやって瞬間的に足がちょっと両足、左足右足どっちが下がってるのっていうのというよりも両足がもうスッとちょっと引いてるような。で一歩下がらないでやると結構もうそのままロング出された時足下がらないともう上からしか面がいかないので、なので上からこう下に向かって入る面って入らないんですよね。上から下に入る面はバックドライブちょっと難しいです。ぶつかっちゃいます。で懐も作れない、バックドライブも強くない。でも一歩下がるとこうですね、懐ができてバックドライブでトップスピンで反撃できるという形ですね。今度4つ目ですね。4つ目は大事なフォームなんですけども、フォームは実際バックドライブのやり方はとにかく、先ほど言った超引きつける、とにかく引きつけてもらって、でお腹の下にしっかり手首を入れてこう溜め込んでっていうところですね。ここまでやってください。溜め込む、お腹の下で溜め込むっていうのが大事になります。でこの時に、こっち横だとこっち後ろから威力を出すバックドライブは結構横から出せとか左ポケットからとかよく言うんですけども、こっちから出す時は、やっぱ後ろからのバックドライブとか威力出せるんですけど、レシーブバックドライブの時に横から引っ張ると時間があんまりやりません。正直なので正面からお腹の下から持っていった方が、打球はしやすい、バックドライブは間に合うのかなと思います。ちょっとやってもらっていいですか。実際横からやると多分間に合わないですよね。横からやるとそうですよ、もうやっぱできないですね。急に来るんでやっぱこう間に合わないですね。でも正面だったら急に来てもこうやってバックドライブで、しかもストレートとかも狙う余裕があるし、相手にもちょっとバレづらいですね。バックドライブ来るよっていうのが分かりづらいので聞きやすいのかなと思います。なので瞬間的に正面からお腹の下からバックドライブですね。ありがとうございます。あとは肘を張りすぎないというのが大事なので、バックドライブしようとして肘をちょっと張っちゃうとレシーブドライブが特に詰まっちゃいます。こうやって肘張りすぎるとまた上から下のスイングになって、これが下回転かかってたら2人とかちょっと下から来てもらって、下系の速いやつとかだと上がらないんですよ。肘張っちゃうと上から入っちゃうんで。これじゃダメです。だから肘を伸びるロングサーブとかも肘が出てると詰まっちゃいます。バックドライブごめんなさい、やってもらっていいですか。速いやつ。こういうの詰まっちゃうんですよね。バックハンドって詰まること多いんですよね。レシーブドライブとか詰まっちゃう方多いんで、肘出ちゃうとバックドライブちょっとしづらいです。2個分ぐらい隙間を空けるぐらいの肘の量が肘の度合いが、レシーブドライブの安定度と回転量を増やせます。ちょっと2個分ぐらいでやります。ボール2個分ぐらいの隙間でやるとこうやって安定して、肘は張りすぎないってことですね。長くてもほらこっちの方が瞬間的に対応しやすいですね。でもこうやってできます。2個分ぐらいの隙間でやるとこうやって安定して、肘は張りすぎないってことですね。長くてもほらこっちの方が瞬間的に対応できる。1つ目なんですけど、やっぱレシーブドライブの時に大事なのがですね、やっぱボールの変化にどうやって
対応できるかっていうのが大事になるんですけど、やっぱ曲がってきたり止まってきたり伸びてきたりいろんなロングがあるので、だからいろんなこう出てくるサーブがあるんで、その時にさっき言った肘2個ボール2個分ぐらいの隙間の感覚でバックドライブレシーブバックドライブをすると瞬時にその場まで間に合いこう曲がったところを対応できます。ちょっとサーブ出してもらっていいですか。肘を張りすぎるとどうしようかな。そうですね、こういうのはちょっと対応できないんですよね。やっぱ曲がってくるとかも曲がりながらこう来るとかもう肘張るとやっぱ上から大きなスイングになっちゃうので、こうやって対応できません。2個分ぐらい止めてちょっとやるといいバックドライブですね。今度逆側に曲がるやつもこうやって追いかけて、肘が結構こう最初にこのぐらいだと追いかけやすいです。外に逃げるやつもこうやってバックドライブで攻めること。逆側に来ても見てください。こう2個分だと結構いい感じにこうやってボールの左右の曲がり、今シャークがいい感じに左右の曲がりを右に左に曲げてくるなんて選手だって感じになってるんですけど、こうやって逆側に来ても見てください。こう2個分だと結構いい感じにこうやってボールの左右の曲がり、今レシーブバックドライブのやり方なんとなく分かってきた。その打つタイミングが分かってきた。で大事なのが分かってきた。ただ相手の回転が分からないっていうのは結構そもそものその問題として結構あったりするんですけども、この時にちょっと動画で何回も言ってますけど、やっぱ超スピンで上書きするのが一番早いです。要するに相手のサーブの回転もすごい強いトップスピンをかければ下だろうが横だろうが上だろうがナックルだろうが気にせずに全部レシーブドライブで攻撃できちゃうっていうものなんですけど、イメージ的には下から上に強いトップスピンをかける意識を持ってください。じゃあサーブはい。なので下から上ですね。下から上、こういう感じですね。下から上、はい、下から上です。はい。これは平行で前にやるスイングで試しにやります。こうやって平行でやると下が切れてたりするとこうやって上がらないですよね。で下から上だと下から上って意識でやるとこうやっていい強い回転をかけることができます。だからレシーブバックでは引きつけて下から上ですね。で肘をちょっとこう狭めにしてもらう。狭めにして肘を張らない状態でこうやってやってもらえれば、いいのかなと思います。こういう感じのバックドライブやればどんな軌道が来てもで強いトップスピンで強い手首を最後に使って強い回転をかけるですね。だからめっちゃかかってますね今。はい、ありがとうございます。これであればじゃあちょっと、下回転出してもらっていいですか。もう一度下回転の速いやつ出してもらって、でこれゆっくりやるとこうやって回転の影響を受けちゃうんですけど、回転でくるとこうやって上がります。で横回転も出してもらっていいですか。横早で、はい、お願いします。もう回転が読めなくてこう横めっちゃ切れてるですよね。で普通にこう弱めにスイングで当てるとこうやって横に曲がる。でも強い回転をかけると今みたいにイレギュラーしますね。いいバックドライブ。下から上に上書きをしてもらう。そうするとこうやって横回転も見えなくても全部その回転が見えなくた状態でもいいバックドライブができます。ありがとうございます。で下から上だと下から上って意識でやるとこうやっていい強い回転をかけることができます。だからレシーブバックドライブは引きつけて下から上ですね。で2つ目はバックドライブの今のこの重心移動の話はあまりしてなかったんですけど、バックドライブって言ったら、例えば左から右っていう重心移動だったりとか、フォアハンドだったら右から左とかよくこう一般的に言われるんですけど、正直左右の動きはあんまりいらないかなと思ってます。あんま左右にしすぎると戻れなくなったりとかですね、こっちにやってる間にも次来ちゃったりするのでとか、あとはスイング的には左右というよりもさっき言った下から上ってバックドライブを強く回転を強くかけるって言ったんですけど、これなので下から上の重心移動っていう意識でやる方がいいレシーブバックドライブができるかなと思います。ちょっとやってもらって、左右だとちょっと回転が弱くなったりするんですよ。あとはこうロングボールだったら強く飛ばせると思うんですけど、左から右ごめんなさい、左から右ってやればちょっとこう威力出せるんですけど、ただもう一度やってもらって、下系とかごめんなさい、下系とやってもらって、左から右だとちょっとこう速くなっちゃうんですね。こうぶつかっちゃうさっき言った上書きができなくなっちゃいます。左から右だと左右だと飛ばせるんですけど回転がなくなります。端っけになって結局回転に負けちゃいます。なので下から上でバックドライブで攻撃ですよね。今下から上にした瞬間に一気に安定度は上がったのかなと思います。シンプルな意識で下から上ってただ意識して下から上って言ったら超スピンですね。はい、ありがとうございます。下から上
でバックドライブで攻撃ですよね。今シンプルな意識で下から上ってただ意識して下から上、そしたら超スピンですね。はい、ありがとうございます。最後ですね、スイングの方向なんですけど、さっき下から上、あとは超スピンを入れると入るっていうことを言ったんですけど、スイングでより確実にすることができます。でバックドライブの時にスイングの方向がまず、スイングが完全に前だと、そのサーブ下切ってもらっていいですか。下切れたやつとかは前にやっぱ同じように、ごめんなさい、こうやって前にやるとやっぱ持ち上がらないです。切れたやつが上がらなくなっちゃうんです、前に来ると。はい。で真上すぎると、ごめんなさい。で今度ちょっとロングサーブ出してもらっていいですか。で真上すぎると真上すぎると今みたいにロングサーブとかナックルサーブとかをこうやって上げすぎちゃいます。ちょっと気持ちですね。真上よりかはちょっと斜め前ぐらいがですね。斜め前ぐらい、はい、にちょっと振ってもらうような意識ですね。ちょうどこのぐらいです。真上前じゃなくてちょっと斜め前、この斜め前がなんていうんですかね、もうある意味ちょっと魔法の角度みたいな感じですね。斜め前だったら比較的下回転を決めてるとこうやって上げやすい。斜め前だったらこうやって斜め前だったらこういうロングだったりナックルサーブもこうやってバックドライブレシーブでこうやって攻撃できます。下から上って言ってる中でもちょっと気持ち斜め上ぐらいの意識、角度で弁開けたりかぶせたり開けたり、こういうの神経使うし時間もないと思うんですけど、この意識だったらある程度こういいバックドライブで、あとは上が超スピンとかでとても質の高いバックドライブで、ラスト最後ワンポイントなんですけど、どうしてもですね、左右の足をさっき瞬間的に一歩下げるっていうのが言ったんですけど、この時にどうしても間に合わないこともあります。足を動かせない、足を動かしてる場合じゃなくて、本当にショートが来ると思ってロングされた時ですね、足を動かせない、そのまま突っ立った時でもバックドライブしたいっていうのはもう本当体幹で支える、もうこの芯をちょっと意識して体幹で支えながらしっかり引きつけてバックドライブしてもらえば入ります。こういう感じですね。はい、ちょっと遠めにやってますが、遠いところで腕で伸ばしちゃうんですけど、できるだけ引きつけて、はい、なので短くくると思って、やべっでここトップ選手これうまいですけどね、こういうのうまいですけどね、トップ選手めちゃくちゃ足使わないままでこれレシーブバックドライブでこういう遠いところとかですね、それを伸ばしてで極力引きつけて、足が使えないので正面ではつかめなくなっちゃってるので、もうその引きつけてでそこから一気に手首で返すって感じですね。はい、こういうのはこういうのダメです。急いでこうやってやるとダメです。ぶつけに行くと入らないです。はい、でも引きつけてかける、今入りましたよね。引きつけてかけるとこうやって遠い場合とか速いいいサーブでも気使えなくてもこうやっていいバックドライブでグイッと打つことができます。選手これうまいですけどね、こういうのうまいですけどね、トップ選手めちゃくちゃ足使わないままでこれレシーブバックドライブで、そうですね、サーブが長かったり急に短かったり、急に長かったりした球を対応しなくちゃいけない、台から出てくるサーブを見逃さず打たなくちゃいけないとか、逆疲れた時はどうするんだとか、回転を読むのはどうするんだとか、変化サーブの球を難しいですよね。いろんなことが入っているので、今回そのいろんなことを結構感覚的にちょっと入りやすいやり方をいくつもやったので、ぜひですね、これでレシーブバックドライブ完成度の高い、安定度の高いレシーブバックドライブができるようになれば、嬉しいです。シャークもありがとうございました。ありがとうということで、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。ございました。無意識ででも距離取ってる。はい。ただ結構無意識に距離取ってますね。無意識にちょっとこう長いなと思ったら、今の思いからそうですね、こうやって瞬間的に足がちょっと両足、左足右足どっちが下がってんのっていうのというよりも、両足がもうスッとちょっと引いてるような、すぎないってことですね。長くてもほらこっちの方が手は張りすぎないってことですね。長くてもほらこっちの方が瞬間的に対応でき逆側に今日見てください。こう2個分だと結構いい感じにこうやってボールの左右の曲がり、今シャークがいい感じに左右の曲がりを右に左に曲げてくる。
最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。